ルールオブローズってすごく僕にとってあの、僕のダークさを出したゲームだったと思う。で、そのダークさって、なんか、なんでもちょっとダークやん。僕のやるやつって。あの、ブラックバードでも、ちょっとただのシューティングじゃなくてダークファンタジーみたいなとこ入ってるでしょ。で、あの、ユシヤマ田くんは一見バカ明るいんだけど、実はあれも、ゲーム開発に対する自虐的ななんか気持ちとかが入ってて、ちょっとアイロニーが強いと思うね。で、あの、ムーンでもね、ムーンの中の僕が作ってるとこってちょっとアングラ感のあるところだったりとかして、で、僕はそのダークなものが好きなんだけど、この時のホラーってもうとんでもなくダークな感じで、っていうのはホラーって言われた時に何をやるか最初すごい悩んでて、答えが見つからなかったんですよ。でね、あの、最初はね、R101 っていうツェッペリンを使って、ツェッペリン、飛行船を使ってなんか作ってたプロジェクトがあったのね。僕が入る前に。で、それを、頓挫しちゃってて、もうなきものになりそうだったんだけど、僕やりましょうかみたいな流れになっちゃって、で、その後に、やりましょうかって言った後に、こなんか知らなさすぎるなと思って、えっと、ドイツとスイスの間にあるツェッペリン博物館に行って、飛行船見たりとか、その後、もう飛行船のその当時の資料とかを読んでいった時に、これは俺の好きな世界に近いぞと。これイギリスじゃんみたいな。イギリスのあの頃のあの文化のあの雰囲気は俺大好きだぞと思って、あの、で、僕、その孤児院の話と合体させようと思ったんですよ。で、あの、この孤児院の話をやるときに、これも企画が何回も何回も変わったりとかしてね、直してって言われて直ったりするんだけど、最終的にはその個人に落ち着く。で、懐かしいなと思うのは、なんか、その CG のリードと一緒に、えっと、イギリスまで行ったんだよね。あ、そうだ、収録だ。収録の時イギリスだったんだけど、その時に僕の、スイスのおじいちゃんの友達のイギリスのおじいちゃんがいて、えっと、その人の家に、なんか、昔お世話になったことがあって、1ヶ月か2ヶ月ぐらいかな。なんか、お世話になったことがあって、で、久しぶりに収録だからって言って、そこに行って、その館なんだよね。もう、ノッティングヒルにある古い家なんだけど、その古い家、どれぐらい古いかっていうと、お化け屋敷みたいな。外から見たら石造りの、まあいい感じの家なんだけど、中入ったらもうお化け出そうな感じなんや。で、そこに行って、収録と一緒にちょっと写真もいっぱい撮ろうみたいな。なぜなら本物の古い世界がそこにはあるから。もうあの、ねえ、おじいさんのこととかも忘れられないな。うん。そうそう、僕の周りにはおじいさんが、ほんとね、僕の周りには先生がやっぱりたくさんいて、自分より年上の、うん、そのイギリスの方は、何の先生だ、なんて言えばいいんだろう。ポエムとドラマの先生だと思う。どういうことなんだろうな。直接、まあだからなんだろうな、なんか脚本家だったんだよ、舞台の。で、僕がやってることを、あの、説明したりとか、あとなんか、それがね、そこがすごい一瞬勉強したよね。だって一緒に住んでる時に、一緒にいる間に英語を教えてやるって言われて、すっげえ喋らされて、で、あの、すごい面白かったのが、なんか、英語を喋る前に日本語の本を読まされたんだよね。これ日本語の本があるから読めって言われて。で、まず日本語を読むんだよ。で、彼は日本語ほとんどわからないって完全にわからないんだけど、僕が読んでる日本語を聞いて、よしと。今喋ったことを全部英語にして喋りなさいって言われてで、頑張るじゃん。そしたら、うん、君の実力が分かったって言われてそこから始まるんだよねそうそう。なかなかの訓練だったな、あれは。いやー、でもね、面白かったな。でもイギリスもあのエリアっていうのはすごく昔の
エリアで、なんか、なんて言えばいいんだろう。日曜日になったら古市があって、古い懐中時計とか、なんか鍵とか、なんか古道具いっぱい売ってたりとか、まあ、あの場所の良さもあるよね。なんか、うーん。ご視聴ありがとうございました。チャンネルの登録もよろしくお願いします。